私たちやってるのは創作舞踊ですけど、ちょっと舞踏に似てるって言われることもありますけど、舞踏ではないと思っていて、まあ何ですかね、自分たちではダンスアバンギャルドデュオという形に、人には説明してるんですけど、現代社会で生きててなんかちょっとこれ変だなって思うようなことを、テーマにして、でそれを作品にして、でもうちょっとこうしたら人間らしくいけんじゃないかみたいな、提案みたいな形をこうダンスでできたらなと思いながらやっています。何からインスピレーションを得ながら作品を作るかといえば、何でもですけど、例えばニュースから何かインスピレーションをもらって作ることもあれば、街を歩いてて何か街の様子写真撮ったりして、でそこからあって思ってインスピレーションをもらうこともあるし、何か虫が動いてる様子をずっと見てて、そこからインスピレーションをもらって作ることもあります。何でもインスピレーションになります。私たちはもともとフリーのダンサーだったんだよね。フリーのダンサーから始まって仕事で一緒になって、それである時ある仕事先の社長さんが「あなたたち本当は何がやりたいの?」って言ってきたんだよね。そうですね。普段はショーとかをやってたんですけど、それよりももっと社会的なもののなんか訴えるものがあるんじゃないのみたいなことを言われて、それで鈴木文江が本当はこういうことを社会においてこういうことを訴えたいとか、そういう作品を作りたいっていうところで、じゃあ今いるダンサーでグループ作ったらって始まったんだよね。そうだね。でそれを手助けしてくれた方がいて、そこがきっかけでこの自分たちのグループが始まりました。でその後にヨーロッパに行くことになって、在仏日本大使の広報センターでパフォーマンスをすることがきっかけになってパリに行くようになって、でそこからヨーロッパに行くようになって、そのヨーロッパでパフォーマンスさせてもらったりして、なんか海外から日本を見る機会がまたできて、そこでまた広がっていったっていう感じですね。初めは日本にいながらもみんなと集団の中にいながらも孤独を感じるとか、それでやっぱ心の隙間みたいなものをテーマにすることが多いじゃない。もしくは少年問題とか、もうその時にやっぱ少年犯罪っていうのはやっぱその時代時代の背景を表してるような気がして、そこら辺からテーマにコンセプトをやったりとかしてるね。そしてヨーロッパに行った時に客観的に日本っていう国を見る機会が多くって、でそしてまた訴えることもだんだん変わってきて、で自分たちが日本人だっていうことをつくづく感じるようになって、日本人として何かできることはないかなっていうことで、どんどん作品の内容もどんどん変わっていったね。日本の文化や伝統が自分たちの作品に影響を与えているかといったならば、もちろん与えてます。でどんな風に与えてるかっていうと、例えば、日本の文化の中ではその光と影っていうものをすごく大事にするようなところがあって、どちらかというと光よりも影の方を大事にするというか、影の方を際立たせるみたいな部分があります。例えばわびさびの文化だったりとか、金屏風の暗い中で金屏風しかない中でいかにその金屏風をうっすらと明るくするかっていう昔の日本のろうそくを立てる場所であったりとか、なんかそういう部分は自分たちの作品作りとか照明作りにすごく影響を与えていると思うし、あとは西洋は教会とお寺とか神社仏閣で比較すると、西洋はもう高くで上の方から光が降り注いでくるっていうような印象だけれども、日本はどちらかというと平たくて奥行きがあるような、奥の方に神様がいるみたいな作りをしている
っていうのはなんか日本人のその心のなんていうか作り方というかありようみたいなものが、現れていると思います。そういうものも自分たちの、作品作りにすごく影響を与えていると思います。そう思います。あとやっぱり日本人外に海外に行くようになってやはり自分は日本人だな考え方にしても例えばこう自然全てにこう神様が宿るとか中にいると日本にいるとわからないものがいっぱい海外に行ってていろいろ感じるようになりましたね。そういう意味では日本の伝統にも興味を持ったり本来昔からある日本というものにとても興味を持つようになりました。今後やっていきたいのは、東京とかに住んでるともう全てがスピードが速くていろいろな大事なものを落としてしまう。でもその一番大事なものをこう一つ一つ拾っていって、その大事なものは本当に落としちゃいけないんだなっていうことをこう提示できるような作品をどんどん作れたらいいなと思います。私は今度は東京だけではなく自然の山とか海とか川とかそういうところにもっと近づいていって本来日本人っていうのはどんな生活をしていたのかとか自分のなんていうのかな生きるとは何か今をどうしていたいのかっていうものをどんどん感じて作品にできたらいいなと思っています。そしてやっぱりこう自分たちの作品をいろんな方に見ていただいて少しでも何か影響を与えることができるとしたらさらに幸せかなと思います。作品を通して交流ができてそれでみんなで仲良くやっていければそういう世の中になっていったらいいなと